こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回は秋田に来ております。この秋田駅は様々な列車の起点駅となっておりまして、朝一番の列車に乗ることが多くて、未だに秋田の市内観光など楽しんだことがございませんが、こちらがいつも常宿にしているホテルアルファ1というところで、朝食のビュッフェがついて割と安価に泊まれるところとなっております。夕食はと言いますと、こちらの黄色い看板のラーメン店末広ラーメンにて毎回いただいております。秋田に着く直前からもうここのラーメンの口になっておりまして、その他の郷土料理など試してみたい気持ちはあるんですが、なかなかその機会は訪れそうにございません。とりあえずこの黒いラーメンと黒いチャーハンを毎回いただいておりまして、メニューは常に同じものを頼むということになっております。では一晩明けまして秋田駅構内にやってまいりました。今回乗車いたしますのはリゾート白神。秋田から青森までを五能線経由で結ぶ観光に特化したリゾート列車となっております。種別の方は快速ですので特急料金はかかりませんが、全席指定の列車ですので距離にかかわらず別途840円がかかります。このリゾート白神は3種類の列車がありまして、今回乗りますのはブナ編成というタイプになります。近隣にある世界遺産白神山地のブナ林を意識したようなデザインとなっております。残りの2種類は青池、それから熊ゲラとなっておりまして、こちらが青池編成。ブナ編成と同じように白神山地内にある青池をモチーフとした外観のデザインとなっております。最後は熊ゲラ編成となります。熊ゲラはキツツキに似たような鳥のイメージですが、それをモチーフとした外観でございます。では車内に入ってまいりまして、こちらは2号車になります。ビュッフェのある車両です。お隣が3号車、こちらはグループで利用するタイプの車両でございまして、最大6人まで同時に向かい合ったボックス席を利用する、そういったタイプになっております。私が利用しますのは4号車。こちらは秋田駅を出るときは最後尾となりますが、途中の東能代駅でスイッチバックを行いますので、そこからは先頭に変わるという、そういう位置にございます。では8時19分帝国通りリゾート白神1号秋田駅を出発です。デッキ部分には停車駅が示されております。この列車快速ですので停車駅は少し多めですが、途中の能代駅と千畳敷駅では10分少々停車いたしまして、ちょっとした観光ができるようになっております。一部の列車は弘前止まりですが、最終の青森までは東能代でスイッチバックして、再度弘前でもスイッチバックをして青森に向かう、こういった形になっております。秋田の車両区には以前走っていたディーゼルカーが留置されておりますが、すでにディーゼルカーはほぼほぼ廃止されておりまして、残っているのはリゾート白神熊ゲラ号だけとなっております。ご乗車ありがとうございました。まもなく追分です。お出口は右側。車両の先端部には前後が展望できるようなスペースが設けられておりまして、このスペースを利用してちょっとしたイベントなど開催されることもあるようです。以前乗った時は三味線の演奏会がありました。それから車掌さんによる案内でいろんな解説が聞けますので、ちょっとお聞きください。山々は秋田県の生ハゲで有名な男鹿半島にそびえる寒風山と新山でございます。山に向かいまして右側の山が寒風山でございます。寒風
354メートルで寒風山の山頂には海面展望台がございます。こちらからは日本海や鳥海山、秋田の自然風景を一望することができます。また山に向かいまして左側の山が新山でございます。新山の高さは567メートルで、新山には生ハゲゆかりの新山祭りがございます。こちらでは毎年2月生ハゲ瀬戸祭りが開催されております。どうぞ機会がございましたら一度男鹿半島巡りを楽しんでみてはいかがでしょうか。男鹿半島にそびえる寒風山と新山のご紹介でした。走りながらリアルタイムで解説していただけるので、分かりやすく次回このような旅をしようと想像してしまう、そういった形になっております。一応男鹿半島の市場と言いますと秋田県のこの辺になります。拡大するとこんな感じでございます。次の案内は八郎潟となります。干拓前の八郎潟は面積2万2000ヘクタール、周囲は82キロもあり、琵琶湖に次いで日本で第2位の広さを誇っておりました。八郎潟の干拓事業は20年にも及ぶ歳月と総事業費852億円かけて行われ、干拓後の現在は大型村としてもありかっております。ということで八郎潟のお案内でした。すべて案内を紹介すると動画が長くなりそうなので控えめにしたいと思いますが、とりあえず列車の方は東能代に到着。この駅でスイッチバックが行われ、進行方向が変わります。一番後ろの4号車に乗っていた私は一番前の先頭車に変わったということでございます。最後方から先頭車に変わった途端、乗客が変わる変わる全面展望を撮影しにやってきます。かくいう私もこのように少しの間撮らせていただきました。さて東能代から次の能代までは一区間だけで通過する駅はございませんで、5分少々で到着いたします。この駅では十数分の停車時間がありまして、駅のすぐ近くなら観光可能となっております。あといろいろと見るものが駅構内にありまして、退屈はしませんし、このブナ編成の列車なんかも展示されております。あと地域の特産品といいますか、お土産を買うこともできまして、私は熊の鍋敷を買ったつもりでいましたが、後で考えてみるとこれはどうやら秋田県のようでございます。では十数分の停車時間も終わりまして、再度能代を出発。大きな一級河川米代川を渡るところでございます。ちなみに能代市の人口はおよそ4万6000人、県庁所在地の秋田市が31万人に対して、秋田県内では2番目に人口の多い都市となっております。あとこの能代はバスケットボールが有名でございまして、駅の構内にはバスケットのゴールやシュートコーナーなどが設けられております。バスケに関しては疎くて知識を持ち合わせておりませんが、市内にはいろいろと見るべきスポットがあって、ここは聖地となっているようです。あと見ての通り風力発電も盛んでございまして、能代市はバスケット風力発電の街ということをホームページにも書かれております。さて能代を出ましてしばらくしますと、前方それから右手の方に世界遺産白神山地の山並みが見えてまいります。さらにしばらく走りますと、今度は左手の方に海が見えてまいります。この先おそらく100キロぐらい左手に海、右手には山といった地形で進んでいくかと思います。こちらは八森駅通過駅となります。ここを通過してさらにもう一駅越えたところが次の停車駅、秋田白神駅となります。駅前にははたはた温泉という温泉施設にお食事処、あとお土産も購入できるようでございます。この月が岩立となります。この駅では列車のすれ違い交換がありまして、少しの間停車いたします。前方からやってきたのが五能線の各駅停車の列車 EV-G400 という種別の車両になります。特徴としてはディーゼルで発電した電気でモーターを動かして走るタイプ。
こういったタイプの種別の頭には EV と表記されます。これに対して今乗っているリゾート白神のブナ編成と青池編成の方は HB から始まりまして、これはハイブリッドという意味でございまして、こちらの方はディーゼルエンジンとモーターどちらも動力として使っているというタイプとなります。チャンネル登録よろしく。お客様にご案内いたします。まもなく列車は秋田県から青森県と入ってまいります。この周辺地域は津軽国定公園に指定されております。またこの線の中でも素晴らしい景色をご覧いただけるスポットの一つです。この先お客様に日本海の景色をお楽しみいただくため、列車は通常よりも速度を落として運転をしてまいります。中に広がる広大な日本海の景色をお楽しみください。ではこの辺でちょっと車内をうろちょろしてみたいと思います。まずは先頭車にある乗車記念スタンプを押します。これはブナ編成、青池編成、熊ゲラ編成と種類が変わりまして、スタンプの色も変わります。ブナ編成は緑色。ちょっと撮影しながらなので少し下手くそでございます。変わりましてデッキ部分には乗車証明書なるものが色違いで用意されております。それから3号車にはセルフレジということで特産品や食べ物、飲み物などが販売されております。今回はどら焼きとアップルパイをいただきました。お支払いの方は現金が使えなくてカードが必要となりますが、とりあえずこれを購入しまして、海が見えるラウンジカーで食べようと2号車の方にやってきましたが、こちらの方は結構いっぱいだったので諦めまして、席に戻って食べようかと思いましたが、まもなく12個の駅に到着するようでございますので、リュックに入れたまま後でいただくこととさせていただきました。では秋田からは8つ目の停車駅、出発してから2時間ちょっとで12個に到着です。今回はこちらで下車してみたいと思います。とある山の上から池の数を数えたところ12個見えたということが由来のこの12個の地名でございますが、池には何々池という名前で代表的なのが青池となりますが、これを数えますと12池とはならずに12個となるのが日本語の不思議なところでございまして、外国人にとって日本語を覚えるのは難しいというのがこの辺にあろうかと思われます。さて冬の間は青池など山の方は
閉鎖されておりますので、今回は海岸線のガンガラ穴、賽の河原、あと象の鼻の形をした象岩に行ってみたいと思います。駅から線路を左に見て北の方角に進みますと、しばらくしますとこのような看板が出ますので左に曲がります。手前にガンガラ穴前という一つ目のバス停がございますが、バスの本数は絶望的な本数でございますので歩いた方がいいかと思われます。しばらくしますと踏切がありまして、唯一の踏切ですので間違えることはないかと思います。この踏切を越えて振り向きますと見えてまいりますのが、雪化粧を施した白神山地ということでございます。踏切を渡った時点で右手に見えているのがこの岩となりまして、岩の穴に開いている洞窟、これのことをガンガラ穴というようです。道は一本しかないので迷うことはまずありえないと思いますが、 2,3 分進んでいきますと奇岩の連なる海岸線に出てまいります。さらに奥の方へと進んでいきますと、何やら象の鼻の形をしたような岩が見えてまいります。こちらが象岩と呼ばれております。象岩を振り向きまして山の斜面に登っていきますと、今度は賽の河原というところに向かっていきます。距離は知れてまして5分ほどで着くかと思いますが、意外とアップダウンを繰り返しておりまして、上りは結構急でございます。こんな感じでございます。しばらく細長い山の尾根のようなところを進んでいきますと、だいぶ高台に出てまいりまして、道の左右どちらも崖となっております。いざという時に身を守るような柵とか全くございませんので、強風が吹いたりすると少々危険だと感じますが、ここからさらに進みますと木々がなくなって一気に眺望が良くなります。見晴らしは最高でございますが、もともと風が強いところなので少々危険を感じます。この左から現れる岩がおそらく先ほどの象岩になろうかと思います。さて、賽の河原とは親が生きているにもかかわらず幼く亡くなった子供たちがたどり着くとこと言われておりまして、ここでも幼い2名の少年が転落事故を起こして亡くなったということでございます。それ以来慰霊碑が建てられ、ここが賽の河原と呼ばれるようになったということでございます。くどいようですが、ちょっと晴れてきましたので、もう一度象岩の方をご覧になっていただいております。では見学終わりまして駅の方に戻ってまいりました。喉が渇いたので売店で名物の青池サイダーをいただきまして、次の目的地に向かいたいと思います。今度乗りますのは各駅停車となります。わずかな区間をこちらに乗車した後、次は熊ゲラ編成、その後は青池編成と、1日で全てこの線の列車を乗ってみようという考えでございます。少々動画が長くなりそうなので2回に分けて次回お届けしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。1週間ぐらいで動画編集頑張りたいと思いますので、また次回もよろしくお願いいたします。続きを見たい方はチャンネル登録してください。動画制作の励みになります。